時は2000年、ゴルバチョフ大統領の新連邦条約調印に反対した保守派による8月クーデターの成功から9年が経ち、2代目ソ連大統領ドミトリー・ヤゾフの下で経済の安定化が図られていた。時を同じくして中華人民共和国でも市場経済の発展や科学技術への注力、3つの代表思想など新世紀の大変革へ向けた準備が行われていく。その一方で世界ではアフリカ内戦、チェコスロバキア内戦と対立の火種がくすぶり、2001年9月11日にはイスラム過激派のアルカイダによるアメリカ同時多発テロが発生。世界が対テロで団結する中、中国においてもテロの脅威が迫ってくるのであった。というわけで前回の続きからなのだ。前回の最後にはアメリカで同時多発テロが起こりましたね。すでにアメリカはテロリストをかくまっている国に対しての攻撃を始めているよ。果たしてアフガニスタンの政権を変えることができるのか。一方のソ連ではリトアニア人やウクライナ人による独立運動が激化。すでにリトアニアとウクライナがソ連に対しての独立戦争を開始しています。ベースともに衰退の兆しが見える今、中国が取って変わる時なのだ。国防予算の増額ですか。さらには東側にも西側にも組み込まれない中国独自の大国外交を展開。その第一弾としてソ連、中国、モンゴルを中心とした上海協力機構を結成するよ。加盟国間での関係強化、経済面での協力、地域の安定維持なんかが目的の組織なのだ。アメリカでの同時多発テロ以降、我々も過激派によるテロの脅威から身を守らなければなりません。それで言えば上海協力機構加盟国による国境を越えた過激主義への対処が重要になってくるでしょうね。さらにインドでは議会が何者かによって襲撃される事件が発生。インド政府はテロリストの犯行と断定し、そのテロリストの背景にはパキスタンが絡んでいると睨んでいるようです。インドとパキスタン間の緊張が急速に高まっているのだ。それとほぼ同時期には東アジアでも第二次延平海戦が勃発。軍事境界線付近の韓国領延平島沖で朝鮮海軍と韓国海軍の銃撃戦が起こったのだ。こっちでも緊張が高まってる。あとこれは確定情報ではないけど、日本が秘密裏に軍備再編を進めているとの情報が流れてきたのだ。大規模な兵員募集活動に憲法9条下での米国との武器取引の噂ですか。明らかにこれは我々に対しての挑戦ですね。さらにカンボジアでも政変が発生。共産党政権に対して党派がクーデターを起こしたのだ。カンボジアは東西に分かれて、カンボジア王国とカンボジア人民共和国が並立していますね。これは内戦も近いのだ。その際は周辺諸国を巻き込んだ大戦争になる予感。一方の国内でも政治面で大きな変化が起ころうとしているのだ。反腐敗運動が始まりました。これにより上海市の幹部と企業の役員多数が社会保障基金を私的流用した上海市社会保険基金事件が発覚。この事件により上海市党委書記で中央政治局員の陳良が関わっていたとして解任、立件されました。そしてこの陳良、江沢民総書記率いる上海版の中核とみなされていた人物で、反腐敗運動が始まり陳良が解任されてからというものの、徐々に上海版の勢力が解体されていきます。ってことは江沢民時代も終わりが近いのか。そして党が反腐敗運動を進める中、その理念を体現する指導者が表舞台へと歩み出ました。歩み出たのは習近平。何回歩み出るのが10年くらい早い習近平はどうした。マーレット・ダスクの世界ですし、いろいろ史実とは違うんでしょう。あまり深いことは考えないようにしましょう。こうして江沢民は国家主席を退き、後任は習近平になったよ。習近平国家主席は中華民族の偉大な復興を進めていくようですね。ここから中国は外へ拡大していくのだ。カンボジアで内戦が勃発。その際にラオスはカンボジア人民共和国、タイ王国がカンボジア王国側に立って参戦。これによりカンボジアにおける内戦は一気に第4次インドシナ戦争へと発展しました。我々中国も今回はこの戦いに介入するべきです。もちろん分かっているのだ。早速人民解放軍の飛行士団がカンボジア王国首都のプノンペンに攻撃開始。しかし首都を取られるのを恐れたカンボジア王国とタイ王国軍が援軍として到着。でも一時は劣勢になるもののご利用してプノンペンを解放したのだ。その後は北上し敵軍を包囲。大胆に10師団程度が包囲できましたね。その後もさらに包囲しながら北上。そのままタイ王国領内に進軍したよ。
解放できたのだ。人民解放軍の勢いが止まりません。その後は対中部で援軍が来るまで占領地を維持していたら第4次インドシナ戦争が停戦。カンボジアの共産党政権は守られ、タイにもバンコクを中心とする共産党政権が成立したのだ。まあ未だに北部と南部には軍事政権の旧国戦線と民主派の共和国がありますが、まあ何はともあれこれにてインドシナ半島における共産主義の優位性は確固たるものになったな。少し時間は戻りますが、第4次インドシナ戦争の最中に中国は世界貿易機関に加盟。世界貿易機関の前身であるガットへの加盟申請から15年の歳月でようやく加盟できました。これを機にさらなる中国の経済成長が見込まれるのだ。とは言いつつも外資の輸入には慎重に対応するよ。そして同時期には三峡ダムの建設にも着手。平空185メートル、平長2335メートル、32機の発電機で原発20基分の発電が性能上可能なのだ。チョウザメとカワイルカを犠牲に中国全土の 7% の電力を賄うぞ。そして物価方針では台湾問題に進むよ。早速我々と台湾間での両岸交渉が開始されたのだ。平和的な統一を目指しましょう。ミッション画面から指揮力や政治力を使って文化交流や首脳会談ができるのだ。そうすると徐々に影響力が溜まっていき、影響力が溜まることで両岸統一できるみたいですね。今は12か。そして案の定ですが、日本の選挙では自民党が勝利しました。でしょうね。まあ近年の自民党は極右政策へと傾いているらしいから今後も注視していくべきだな。とここでベトナムで共産政権に反対する民主派が放棄したとのこと。カンボジアの次はベトナムか。どのように対処しましょう。もちろんベトナム社会主義共和国を支援する。直ちに義勇軍を送れなのだ。はいはい、わかりました。करीब 5:30 बजे शाम के 30 दिसंबर को पाकिस्तान में बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की जो कौम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की जो कौम पे लुटाए जा। ずんだもん、今度はインドとパキスタンが戦争を始めましたよ。なんでアジアでこんなに戦争が起こるのだ。どうします。やはりここはパキスタンを支援すべきでは。確かにインドとは関係が悪いしパキスタンを支援するべきかもしれない。けどそのパキスタンは西側寄りの姿勢をとってるから支援する気になれねえのだ。ええ。なのでインパ戦争は勝手に戦えというスタンスでいくのだ。なるほど。じゃあ目下最大の事案はベトナムの反乱対処ですね。すでにベトナムに派遣した義勇軍は前線に到着。でも到着した頃にはベトナム軍だけで対処できてましたね。なんだすぐに終わっちゃったのだ。ずんだもん、ベトナムはすぐに終わっちゃいましたが再びインドで動きがありました。ほう、インドにおける共産主義反乱か。どうしますか。もちろんすぐに義勇軍を送るのだ。早速インド人民政府の南部に副師団が到着しました。直ちにテキストデリーへ行くのだ。飛行師団がパンジャーブ平原を爆走。攻勢開始から2週間程度でデリーを解放したよ。しかし攻勢で戦線が伸びきったところを逆に敵インド軍に分断されこいつ何言ってるのだ。攻めすぎなんですよ。とりあえずこのままだと殲滅されるから一旦義勇軍は撤収なのだ。なんだなんだ。ソビエト連邦が旧構成国に対して侵攻を開始した模様です。対象の国はエストニアとラトビア、アゼルバイジャンにアルメニアのようです。ドミトリ・リアゾフはほんの数年前まで党内抗争と経済停滞に苦しんでいたソ連をまとめ上げ、ついに周辺諸国への勢力拡大を始めたのか。このソ連の勢力拡大が旧構成国の範囲にとどまるのかも見ものですね。ソ連旧加盟国へ侵攻。エストニア、ラトビア、アゼルバイジャン、アルメニアから大量の報道が続々と押し寄せており、その全てが同一の事件を指し示している。ソ連の侵攻である。大量のソ連軍戦車、装甲兵員輸送車、トラック、そして兵士を写した写真がこの報道の裏付けとなっている。これに先立ち、これらの国々は自国の国境付近でソ連軍が大規模に集結していると報告していたが、ソ連側はこの挙に対し沈黙を守り続けていた。クレムリンはすでに我慢の限界に達し、前世紀90年代に果たせなかった連邦維持の課題を今こそ完遂する決意を固めたようである。ソ連軍が各国の内陸深くへ進撃を続ける中、ソ連政府も国連代表部も未だ公式声明を出していない。一方、アメリカをはじめとする NATO、EU 諸国は対ソ制裁の準備を整えた。しかし、いかなる制裁もソ連から流れ出す鋼鉄の本流を押しとどめることはできないだろう。
国際情勢は緊迫し、各方面が事態の推移を注視しながら平和的解決の道が現れることを期待している。准备完毕，长官。ソ連東欧へ侵攻。国際社会は一般に1989年のワルシャワ条約機構の解体をもって東欧におけるソ連の影響力は完全に終焉したと考えてきた。しかし今、赤い暗雲はより一層猛々しい姿となって舞い戻ってきた。今朝未明、ポーランド、ルーマニア、ハンガリーの各政府からソ連が軍事行動を開始したという緊急の報告が相次いだ。この突発事態を前に国際社会、EU、NATO はようやく初期の衝撃から立ち直りつつあるところだが、数万から十数万、あるいは100万に達する可能性のあるソ連軍部隊はすでに旧ワルシャワ条約機構加盟国の国土を踏み越え進撃を続けている。多くの者はなおも東欧がソ連を打ち破れるという希望を抱いているが、現実はしばしばそれよりも厳しい。すでに少なからぬ声が率直に警告している。NATO と主要同盟国がこの侵略に有効な歯止めをかけない限り、ヨーロッパは再び冷戦の影に沈み、あの思い出したくもない恐怖の歳月をもう一度生きることになると。現在世界の目は東欧に注がれている。平和的な解決の道が見つかり、歴史の悲劇が繰り返されずに済むことを願いながら。次回、中ソ対立、お楽しみに。